皆さん、こんにちは。陽介です。最近、日本の自衛隊がフィリピンでの軍事演習、つまり軍事的な訓練に1000人規模で参加するっていうニュースがありました。これ、戦後初めての規模なんです。日本は80年間、私が生まれてからもずっと戦争のない平和な国として暮らせています。でも、世界の状況は変わってきています。ウクライナでは戦争が起きているし、アジアでも緊張が高まっている。日本もそれに合わせて国の守り方を変えてきているんです。今日は自衛隊のニュースをきっかけに日本の防衛について話してみたいと思います。まず、自衛隊っていう言葉について説明させてください。自分を守るための隊という意味なんです。ここがポイントなんですけど、日本は軍隊という言葉を使わないんです。なぜかというと、日本には憲法9条というルールがあるからなんです。憲法というのは国の一番大切なルールのことです。日本の憲法は1947年にできたもので、第二次世界大戦が終わった直後に作られました。日本は戦争に負けてアメリカに占領されていた時期があります。占領というのは他の国にコントロールされている状態のことです。この時期に新しい憲法ができたんです。その中の9条には大きく分けて2つのことが書いてあります。1つ目は、日本は戦争をしません。武力、つまり軍事的な力で他の国を攻撃したりしませんというもの。これを戦争の放棄と言います。放棄というのはやめる、捨てるという意味です。二つ目は、そのために陸軍も海軍も空軍も、つまり戦力は持ちません。国の公選権も認めませんというもの。公選権というのは戦争をする権利のことです。これがかなりはっきり書いてあるんです。でもここで不思議に思いませんか？日本には自衛隊がいますよね。陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、合わせて約24万人。戦車も持っているし、戦闘機も持っている。護衛艦という名前の大きな船も持っています。実質的には、つまり実態としては軍艦と呼べるものなんです。これって戦力じゃないのか、憲法違反じゃないのかという疑問は当然出てきます。実はこの疑問は日本国内でもずっと議論されてきたんです。自衛隊ができた1954年からずっと、もう70年以上です。これに対する日本政府の公式な見解を説明しますね。ちょっと複雑なんですけど、できるだけわかりやすく話します。まず、政府はこう言っています。憲法9条は戦争を放棄して戦力を持たないと書いてある。でも、自分の国を守る権利、つまり自衛権までは否定していないという解釈なんです。自衛権というのは国際法でも認められている権利で、どの国にも自分の国を守る権利はあるんです。自衛権が認められているなら、それを行使する、つまりその権利を実際に使うための組織を持つことも許されるはずだと政府は考えています。だから自衛隊は憲法が禁止している戦力ではなくて、自分の国を守るための自衛力を行使する組織なんだというのが政府の立場なんです。つまり戦力と自衛力は別のものだという解釈なんですね。戦力は持たない。でも自衛力は持てる。自衛隊は自衛力だから憲法違反ではない。この説明を聞いて
ちょっとわかりにくいなと思う人もいるかもしれません。でも日本はこのロジックの上で戦後80年間やってきたんです。そして実際に自衛隊は日本を守る組織として機能してきました。名前が軍隊か自衛隊かは関係なくて、大事なのは国を守る実力があるかどうかなんだと思います。もう一つ補足すると、日本には専守防衛という考え方があります。これは攻められた時だけ守るという意味です。自分から攻撃することはしない。相手が攻めてきた時だけ防衛する。これが自衛隊の基本的な方針とされてきました。さて、話を今回のニュースに戻しましょう。2026年の4月から6月にかけて、フィリピンでバリカタンという合同軍事演習が行われます。合同軍事演習というのは、複数の国の軍隊が一緒に訓練をすることです。バリカタンはフィリピン語で肩を並べてという意味だそうです。もともとアメリカとフィリピンが毎年やっている演習なんですけど、最近は日本やオーストラリアなど他の国も参加するようになりました。そこに今回日本が1000人規模で参加するんです。自衛隊が海外で活動すること自体は実は初めてではありません。1992年には国連の PKO 平和維持活動でカンボジアに行っていますし、2004年にはイラクの復興支援にも参加しています。日本は少しずつ国際的な安全保障、つまり国を守るための国同士の協力に関わるようになってきたんです。今回のフィリピンでの合同軍事演習はその流れの中でさらに一歩踏み出したものだと言えます。1000人規模での参加は戦後初めてのことで、日本の安全保障政策が新しい段階に入ったことを示しています。なぜフィリピンなのか。これは南シナ海と呼ばれる海域の安全保障環境が大きく変化しているからだそうです。この地域では領土、つまりこの土地はうちの国のものだ、この海はうちの国のものだという争いをめぐって緊張が高まっています。日本を含む複数の国がお互いに協力して安全を守ろうとしているんです。日本にとってもこの海域は貿易の重要なルートなので、ここの安定は日本の生活に直結しているんです。もう一つ数字の話をさせてください。日本の防衛費の話です。防衛費というのは国を守るために使うお金のことです。2026年度の予算で日本の防衛費は GDP 比で 2% を超えました。GDP というのは国が1年間に生み出す経済活動の合計のことです。金額にすると9兆円を超えるそうです。9兆円ってどれくらいかわかりにくいですよね。比較してみると、日本の国の教育予算が約5兆円くらいなので、防衛費はその約2倍ということになります。数年前までは GDP 比1%程度だったので、日本の安全保障に対する姿勢が大きく変わったことがわかると思います。ここで自衛隊が日本人にとってどういう存在かという話もしておきたいと思います。多くの日本人が自衛隊を強く意識するようになったきっかけは、実は防衛ではなくて災害なんです。2011年3月11日、東日本大震災です。この地震と巨大な津波の後、自衛隊は約10万人という大規模な災害派遣を行いました。派遣というのは人を送り出すことです。災害派遣
というのは災害が起きた場所に自衛隊を送ることなんです。テレビでは毎日のように自衛隊の人たちが泥だらけになりながら瓦礫の中で救助活動をしている映像が流れていました。食料を運んだり、道路を直したり、行方不明の人を探したり。私はその映像を見て本当に大変な仕事だなと思ったんです。2024年の能登半島地震の時も同じでした。冬の寒い中、道路が寸断されて、つまり道路が壊れて切れてしまって、物資が届かない場所に自衛隊が入って支援活動をしていました。あの状況で活動するのは本当に大変だったと思います。こうした災害時の活動を通じて、多くの日本人が自衛隊に感謝の気持ちを持つようになりました。内閣府の世論調査、つまり国民にどう思いますかと聞く調査では、自衛隊への好感度は90%を超えているんです。自衛隊は災害の時にこれだけ頼りになる存在なんです。そしてその自衛隊が今度は海外で他の国と一緒に訓練をする。国を守るという意味では災害派遣も合同軍事演習も根っこは同じだと私は思っています。国民の生活を守るために動いている。その活動の幅が時代に合わせて広がってきているんだと思います。さて、ここからは平和ということについてもう少し深く話したいと思います。最近、元国会議員の田村幸太郎さんが Facebook で書いていた文章を読んですごく共感したことがあるんです。田村さんはこう書いていたんです。平和というのは静止ではなくて均衡に過ぎない。均衡というのはバランスのことです。これを読んだとき、なるほどなと思ったんです。私たちはつい平和を何もしなくても続く穏やかな状態だと思いがちですよね。でも実際は違っていて、いろいろな力がぶつかり合って、たまたま釣り合っている瞬間が平和なんだという話なんです。ウクライナの戦争を見ると、この考え方はすごく腑に落ちるんです。腑に落ちるというのは、なるほど、そうだな、と納得するという意味です。ついこの前まで普通に生活していた国で、ある日突然戦争が始まった。地域間のバランスが崩れたから、ああいうことが起きたんだと思います。日本は島国で海に囲まれているから、こういう力のバランスが崩れる経験をあまりしてこなかったんです。だから平和は当たり前と感じやすい。でも今の日本は世界なしでは成り立たないんです。食料もエネルギーも多くを海外に頼っている。それくらい世界とつながっていることで成り立っている国なんです。だからウクライナも中東も南シナ海も私たちにとって遠い話ではない。私の親の世代は戦争は絶対にダメだという気持ちがとても強い世代だと思います。私もそう思います。でも戦争はダメだという気持ちを持っているだけではこの均衡は保てないとも思います。均衡を保つにはこちらにも力が必要なんです。だから私は日本が自衛力を高めていくことは必要なことだと思っています。防衛費が増えていることについても大事なことだと感じています。9兆円というお金は大きいです。教育や福祉、つまり医療や生活の支援などに使えたかもしれないお金です。でも国を守れなくなったら教育も福祉も成り立たないですよね。均衡を保つには力がいるという現実に多くの国が今まさに向き合っているんだと思います。皆さんの国ではどうですか？防衛や
安全保障について普段どんな風に話していますか？日本では正直に言うと、こういう話を普段の会話ですることはあまり多くないですね。でもそれも変わってきているのかもしれません。今日はちょっと難しいテーマでしたけど、最後まで聞いてくれてありがとうございます。次にニュースで自衛隊とか憲法9条という言葉を見かけたら、今日の話を少し思い出してもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases. Come one day, from hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke. Come with me.